皆さんがスマホで撮っているその先にあるのは、そう2025年万博会場。気になるのは海外パビリオンですが、目下建設中とあってその姿はベールに包まれています。そこで私ウーデンが粘り強く取材交渉。建設中のパビリオンに潜入することができました。なんとテレビ初公開。ようこそオランダパビリオン、いらっしゃいませ。オランダ総領事を相手に体当たりで質問攻め。I'm not gonna tell you. So please come back. 万博で出会える極上オランダ料理から、日本と合同の美味しいプロジェクトまで、見ればきっと万博に行きたくなる。ウーデン・ジェニファー・リサのエクスポワッチ。去年6月、吉村知事も同席のもと、オランダパビリオンのデザインが発表されました。自前で建設するタイプ A のパビリオンは着工の遅れが指摘されていましたが、オランダ館はかなり順調。膨らむ会場建設費に万博開催を疑問視している声が上がっていることについて聞いてみると、私も日本に住んでいるので物価高を感じています。費用が膨らんでいることを世論が気にしているのは理解できます。でも大事なことは長い目で見ることです。万博の開催に誇りを持ってほしい。だって万博は関西の良さを世界とシェアできるすごくいい機会なんですから。工事が始まったのは今年3月。オランダ側も日本式の地鎮祭で安全祈願。工事は順調に進み、そして先月、ありがとうございます。番組のカメラが工事現場に入りました。 When we talk about real estate, what's the most important thing about real estate if you buy a new house? Oh, location. Location, yeah. So when people are walking on top of the ring, they will see like, oh, it's like a rectangle with a circle, like the Japanese flag. And this actually is very good. This is a cooling spot. A cooling spot. Because we all know that it will be very hot during the summer. And just behind it is the toilet area. So, perfect location. Let's go and enter. さあ、いよいよ中に。建設中のオランダパビリオンはテレビ初公開です。おお、まだ建設中ですね。オランダ館のテーマはコモングラウンド。水から新エネルギーを作る技術などを展示する計画です。建物の真ん中には持続可能なクリーンエネルギーと日の出を表す巨大な球体が浮かびます。人も入れるというこの球体は、実はあるものとつながりが。太陽の塔には3つの顔があるよね。お腹の顔は現在を、後ろの太陽は過去を象徴、そして黄金の顔は未来を表している。エキスポ70に合わせて黄金の顔とほぼ同じ大きさにしたんだよ。How is it to work with the Japanese company? Oh, I love it. Oh, I love really? it, yes. You know how important it is to have like reviews on internet? Yes. My review for the Japanese construction company Asanuma Gomi, 5 stars. Oh, 5 Definitely. stars. Oh, so that's the top. と総領事から高い評価を受けた建設会社の浅沼組。明治時代に創業し、前回のエキスポ70でも6カ国の海外パビリオンを建設した老舗企業です。ところが今回の工事では頭を悩ますことも。この材料もすべてですね、小さいネジ、ボルト
で構成されている状態になってまして、そう、溶接ではなくネジで留めているのです。これは万博が終わった後解体して建材を再利用しやすくするためだといいます。大体ですで、一つ一つの部材には何気なくつけてるようですけども、全て番号小判がついてまして、でその解体した時にその部材がどこの部材であるかっていうのが分かるようにしてます。In the times that we are living in, we are dealing with a world that has only finite resources. So it's not like it's infinite, like you can use the world over and over again. So for us, it's important to change our way of thinking and also of building. まさに未来社会の実験場。その現場はワクワクします。やっぱり、はい、もうやりがいはあります。もうやりがいで楽しい、個人的ですけども楽しいです。苦しいですけど、ものが生まれた時の楽しさっていうのは建築冥利につきます。続いてはお楽しみエリア。There will be a cafe and a gift shop. お土産、オランダお土産。What kind of souvenirs can we expect? Oh, so we are still working on many beautiful ideas and productions. We have this beautiful project going on. It's called the World Onigiri Project. Oh, So, 実はこれ、万博のために大阪の大学と企業が連携して行っているプロジェクト。先月、オランダ風おにぎり開発のため、オランダ王国総領事館で試食会が行われていました。今回ビターバレンおにぎりと、ヒュッツポットおにぎり2種類を準備しております。こちら具にオランダ料理が入っているというおにぎりなんです。全く聞き慣れない料理名、一体どんな味なのか。ちょっと昔を思い出すような、家庭を思い出すような味です。オランダで育ってないですけどそうなんです。オランダとは縁もゆかりもない私。おにぎりとうまくコラボできているのか正解が分からず食リポに苦戦。ということで急遽オランダ料理を取材することに。マーク総領事が講師として名乗り出てくれました。オランダの料理おいしいよ。ちなみに本件とは全く関係ありませんが、総領事のお家は大豪邸。とっても素敵でした。おにぎりの具の一つヒュッツポットは人参や玉ねぎが入ったマッシュポテト。寒い時期に食べるオランダの家庭料理なんだそう。野菜のうまみがたっぷりのクリーミーなマッシュポテトにグレイビーソースをたっぷり。初めてのオランダ料理はそしてもう一つの具ビターバレンはオランダの居酒屋メニュー。お肉がたっぷり入っています。見た目はたこ焼きのようなんですが、舌触りはマッシュポテトみたいな感じで、でもお肉がギュッと詰まっているのでコロッケのような濃い深い味わいもあります。この日万博への参加を決めたいきさつも聞けました。私は政府から万博に参加すべきかアドバイスを求められていたんだ。当初は懐疑的だったんだけど、ドバイ万博に行ってガラッと考えが変わった。万博が社会を変える場だったからね。単なる楽しいテーマパークではなく、私たちと社会のためにある。
人と人とのつながりが持つ力、話したり食事を共にすることで生まれるエネルギー、それが万博さ。日本と協力して作るオランダ風おにぎり。日本の人にもすごく受けると思います。具として最高だと思いました。Just try to imagine how it was like in 1970, where people were queuing up and sleeping sometimes during the night to be the first to enter the expo site. I expect the same level of excitement here. Right. On April 13th, the big opening of the expo, people will be super excited.